鹿さんのバク宙で角が地面に突き刺さる。なぜバク転したんだわら。綺麗に刺さったね。しばらくこのままっぽいな。逃げようとしたか、何かに驚いた拍子でやったのか。独特な逃げ方だね。ジタバタジタバタ。人間の死体の骨を食べる鹿の姿が初めて観察される、アメリカ。人間の肋骨を口に加えたオジロジカが。人間も死んで骨になれば、魚やコウモリや死んだウサギと同じものになるってことだな。人間から見たら死体でも、鹿から見たら料理かもしれない。キリンが小鳥を食べたり、カタツムリがコンクリート削ってカルシウム摂取するようなもんかな。豚は雑食という認識だったのだけれど、普通に草食じゃなくない？あと、犬も猫に比べればわりかし雑食に近いと思う。アフリカじゃ草食動物が死肉や骨かじるのなんて珍しくもないのに、何を言ってるんだって話。シマウマが肉食べるらしいからね。鹿もこう熱くっちゃよ。民家のプールでくつろぐ鹿、警察により退場させられる。アメリカ、マサチューセッツ州の民家のプールには珍客が来場。鹿がプールの水に入る、まったりとくつろいでいたのだという。住民はネットを使って鹿を外に出そうとしたがその作戦は失敗に終わり、警察に助けてもらうことに。警察が駆けつけると、鹿はネットの中でまったりとくつろいでいたという。鹿がプールの端から自力で出ようとしたが、うまく出ることができない。そこで警察官は、タモ網のようなものを使い、お尻を押してアシスト。鹿をプールから出すことに成功。そのまま家の外に走り去っていった。この鹿は不法侵入ということになるが、罪には問われないようだ。放っておいたら溺死しちゃうかもしれないからね。こうするしかないのだ。プールって普通の水道水の温度じゃ冷たすぎて泳いだり遊べないらしいね。鹿に一体何が？滝の上から15メートル下の川に飛び込む姿が目撃される。滝の上で少し躊躇して足滑らせた感じに見えるが。見た感じ手前で止まったけど足滑らしたようにも見えるが。滝に飛び込んでいってたんか。驚愕しか勝たん。鹿にとって成人になるための、通過儀礼なのかもしれない。人間の部族のバンジージャンプ的な。若い鹿の生きり野郎じゃないからな。老いた鹿や幼い鹿、子供を連れた鹿はやらないでしょう。恐れ知らずの鹿、チェーンソーで作業中の男性にスリスリタッチング。このままではジビエになってしまう。鹿肉って柑橘系の甘めのソースや焼肉のタレがよくあって、うまいんよね。おじさんがだ、危なっつーの。って言ってるのがわかる。でも、決して嫌がってないのもわかる。用心深さがぶっ壊れてる個体もいるんだろうね。人間にもそういう人いるもんね。野生動物への餌付けは絶対ダメ。人への警戒感をなくすと猟師に撃たれやすくなるし、鹿のためにならないよ。鹿の猫なめずり。猫に群がり、味わおうとする鹿たち。まあ俺だって猫舐めたいからな。鹿だって猫舐めたいだろう。鹿まで猫の魅力に取り憑かれているのか。まあでも鹿だったら私も猫舐めたいもん。絶対に近づくな。ゾンビ鹿、見つかる。誰か助けてあげてください。よく生きてますよね。ここから世界の破滅が広かったわら。バイオハザード。それはアンブレラ社のせいだ。サイレントヒル思い出した。目はどうなってるの？見えてるの？かわいそうすぎる。何があっただろう。武器を持った人間さん、鹿に負けてしまう。上からの攻撃の方が強い。ちょっとガタイのいいおじさんっぽいのに鹿が勝つんかい。この人は何をしてしまったんだ。鹿さん、あまりの寒さで顔面が凍ってしまう。撮影者、
方ねえ助けてやるか。どう助けてやるのが正解なんやろな。手でやるのは最低限な気がする。すっげえものを見たたったまま凍って丸塗ってやばすぎるだろ。普通に動いてるとこそのまま固まった感じで怖い。まあ、でも投資って楽って言うやん。自然界ではマシな死に方では？人生何が起きるかわからない。美容室にいたら突如鹿が突入してくるという珍事に出くわすこともある、アメリカ。マナーがなってない。奈良の鹿なら、ちゃんと出入り口から入ってくる。ヘアサロンか。床屋でカミソリ扱っている時でなくて、まだ良かったというところか。想像の10倍ぐらいダイナミックに入店してた。ハサミで変なとこザクッといかなくてよかったね。あと鹿の方が人間より頑丈だからまともに激突食らわなくてよかった。怖えよ。街に迷い込んで、パニック状態だったのかな。奈良の鹿ってほんと、いい感じに人との距離保ってる気がするな。一瞬の出来事には、びっくりした。ツーリング中に突然ジャンプで道を横切る鹿が撮影されていた。あっという間にジャンプして視界を横切り、左側に消えていった。危ねえ。邪魔すぎるだろ。飛び出してきたりされると危ないよね。私だったらバイクをグイッとやって転倒してしまいそう。朝になると鳥の餌がなくなっている謎を解明すべくカメラを設置。そこに映っていた犯人とは、自分家でもスズメなんかに毎日餌をやってたっけ？夜中でこんなのがうろうろしてるの不え？鹿さんは何でも食べるな。とりあえず犯人は判明したものの、この後どんな対策が取られたのかは不明である。韓国の鹿、ギバノロ。血吸ってきそう。刃伸びたなぁ。草食動物？肉食動物？人間でも倒しそう。プレゼントを買いに来た？ギフトショップに入ってきたのは鹿だった。下見した後、家族を連れてやってきた。アメリカ。人がフラッと山に散歩に行くように鹿もたまにはね。動物、特に鹿みたいな警戒心の強い野生生物が近づくのは決まって動物好きの人間なんだよね。当たり前のように入ってきて笑う。家族が店の外で様子見てるのもおかしくて涙が出るほど笑った。見たことないものがたくさんあってもの珍しかったのもあるんだろうけど。鹿のアップが想像以上に可愛い。危ない。鹿の群れが飛び出してきた。間一髪、急ブレーキで激突は回避できた模様。一つ間違ったら大事故に繋がったかもしれない。なぜこのタイミングで飛び出してくる？防ごうとしても防げない。前の車の被害は地味にヤバそう。しかも自分でびっくり。大きな角が落ちる瞬間を捉えた動画がこちら。片っぽ状態の時がすっごいイライラしそう。はよ取れろやー。赤いの見えてるけど痛くはないのかな。びっくりしてるのかわいい。自分でびっくりするところはさすがにワロだわ。お前らの髪の毛も気づかないうちに抜けて、見てびっくりするやろ。まあ、お前らの髪の毛は来年になっても生えてはこないけどな。かさぶたみたいなもんか。野生の鹿を怠慢でやっつけたら100万円。余裕やで、人間なめんな。画像を見た後。これほんま怖い。漫画の世界やろ。かなり積もっとるし足丸々埋まってるのにこれってどうなっとんねん。自分に向かってきたら腰抜かすわ。奈良公園のやつなら勝てると思う。ヘラジカさんこう見えて気性荒いからな。車から降りたら鹿に襲われる人。鹿に恨みをもらうとこうなるのか。かなり痛い攻撃だな。鷹に襲われているウサギを鹿が助ける奇跡。
なんか嫌なことあったんか。四角チクしてやる。多分子供が小さい時に鷹に連れ去られて恨んでるんじゃないかと。赤子が泣いてる。私が行かなきゃ。人間の赤ちゃんの泣き声に反応してもうダッシュで様子を見に来た母しか。こういうのを見ると、猿や狼が人間の子供を育てたという話にも納得できる。姿形が違っても、懐に入れた相手には本当に愛情深いよね。それにしても、ほんと海外の人って赤ちゃんを外気にさらすよね。都会でも森でも、寒い日に野外でお昼寝してこそ強くなるみたいな。赤子の鳴き声と小鹿の鳴き声って似てるよね。だからかな。微動だにせずずっと見てるな。ほら、こっちだよ。早くまっすぐ渡ってくれよ。横断歩道を渡るしか。道路を渡るときは横断歩道を渡りましょう。これは人間界に共通するお約束である。動物たちの中にも、それを学習した者たちもいるようだ。中には信号の意味を理解しているらしいワンコとかも。右側から出てきた一頭のお鹿が、おじいちゃんに誘導されて道路を渡ろうとしているよ。おじいちゃんは手にしたおやつか何かを鹿に示しながら、道路の反対側に行かせようとしているみたい。最後はきちんと渡りきってくれたようでよかったよね。おじいちゃんもありがとう。